いらっしゃいませ、ジシーズです。早速ですが、音楽とかね、芸術をやる人はまず知っておきたい知識、それは何でしょう？はい、もうお分かりですね。脳の使い方です。右脳と左脳でございます知ってました？脳のことねえまずね、基本的な確認なんですけど、右の左のっていうのは脳の右側左側っていうことではないんですよ。ここ重要ですよね。実はね、脳ってね、一つの脳の右左じゃないんですよ。二つあるんですよ、脳って。大脳って右側の脳と左側の脳っていうね、二つの脳が一つの体の中に入ってるんです。だから肺とか腎臓とかと同じですよね。これね、すごく不思議なことだと僕は思うんですよ。なんか思考してる自分は一人なのに、本当はね、これ二人が考えてるんですよ。知ってましたまあちょっと下手くそなボードですいませんが、こう出しますよ。重要なのはね、こっちをこう間がね完全に分かれてる。実は大脳ってね、くっついてないんです。分かれて存在してるんですよ。で、間をこう取り持つのが脳梁っていう太い神経が伝達のところがつながっていると。ここはね、よく見てください。こうちょっと涼しげでしょ、脳梁だけにね。浴衣っぽいっていうかね。これがどういうことか。一つね、ちょっと極端な例がありまして、例えばどもりっていうのがね、それに起因しているらしいんです。これ僕がこの右脳と左脳の説明を昔読んだ本に書いてあって、なるほどねと思った。で、普通ですね、我々は右手で文字を書くですよ。で、これが実は脳っていうのは右左右ひっくり返ってるんで、これが左脳につながっている。で、文字を書いたり計算したりするこっち側、右左脳になる。でも左利きの人っていうのは逆なので、左手で文字を書くので、右側に言語野がもともとある方なわけですよ。それをですね、右手でも文字を書けるように練習子供の時にしちゃうと、言語野がね、右脳と左脳と両方にできるっていうことになるらしいんです。で、左右の脳の両方に言語野ができて言葉を発しようとした時に、でも言葉として実際に言葉を出すの口は一つじゃないですか。右口左口っていうのはないんで、ここでね、左右から集まった命令がカチャっちゃうわけですね。で、どもりっていうかうまく言えなくなっちゃう。両こっちとなんか微妙にずれた命令が来ちゃうんで、口が困っちゃうというわけですよ。これね、皆さんどうです？経験あります？こういう2つの脳で混乱しちゃうっていうこと。僕はね、個人的にはむちゃくちゃわかるんですよ。自分ギターも弾くし音楽も好きだけど、小説も書いておりましてですね、この音楽芸術の右脳と言葉を扱う左脳って、まあぶっちゃけ真逆なんですよでね、お互いね、足を引っ張り合いするわけですよ例えばですよ、小説でこう何時間かね集中して文章を書いて、こっちの言語関係フル回転させた後に、さてギターでも弾きますかって弾くとねもうバカみたいにミスばっかりになっちゃってどうしてこんなに下手なの自分ってなる。逆も真なんですよね。ギターをこう2時間3時間練習した後に、さて真面目に文章を書くかとするとね、なんかちぐはぐで全然文章にならないんですよ
こうね、お互い違うものが自分の中に生きていらっしゃるっていうね、困りますっていうかね、なんか永久に分かり合えず平行線をたどる夫婦関係みたいな。まあでもね、いやまあそれ大変だけどいいんですよ。あえて違うものとくっついて違いがあるからこそね、人生がね生き生きできる。喧嘩もするけどお互いの尊重し合ってはい、それは素晴らしい夫婦関係じゃないかということで、人間はまあ男と女ですけど、脳はどうか。脳はこういう感じですよね。言語とか計算とか論理的思考は左のこっち側で、もう片方は感覚とか芸術とか直感的思考って言いますよね。だから例えばですよ、こんなこと経験ないですかね。自動車を運転していて右によそ見をするとき、歩行者パッと見たとき、そういうときね、案外不安がないんですよ。というのは、この右に向いて左目で確認している限り、左目っていうのは左目はひっくり返って感覚芸術、立体感が捉えられるのでね、あんまり不安にならないんだけど、逆に左を向いてで歩行者を確認したり、例えばエアコンを操作しようとしたりして右目で前を捉えようとすると、なんかね不安になるんですよ。もっと極端な例えをご所望でいらっしゃいますか？実はね、僕サッカーでボール蹴るときも同じなんですよね。ロングキックやフリーキックをね正確に蹴るときはね、僕はね左目で前方を確認しようとするので、体をちょっと右に傾けて左目を前に出すんです。そうすると距離感がつかみやすい。スポーツってそうですよ。皆さんもやってたからでやってみてください。だからね、横からのクロスボールが飛んでくるのをボレーしようとするとかね。まあそんなのが決まったのは僕の人生でまだ一回もないかな。でも左から飛んできたクロスは左目で立体感のある左目、芸術的な感覚がある左目で見れるので、割とボレーシュート蹴れるんですけど、右から飛んできたボールを見るのは右目なんで、右目って言語系なんで距離感が分かんなくてね、ボレーシュートとかできないですね。まあスポーツのことはいいや。で、音楽のことなんですけどね、これね、うちのギターの師匠に言ったらね、へーってなんか軽くあしらわれた。あしらわれたっていうのは言い過ぎだけど、分かるところもあるよって言ってくれたんだけど、要するにですね、もう学生時代からね、プロを目指して音楽生活を送っている人っていうのはもうガチでね、こっちの右の生活をなさってるんですよね。右の優先生活をね。だから僕みたいにこの左右で勝ち合って苦しんでるっていうのはあんまりね時間が伝わらない。分かるとは言ってましたよ。音楽演奏中になんか物を考えちゃうとうまくいかないっていうのは分からなくはないって言ってたけど、こっちでもう ほとんど生きてらっしゃる方はで、こっちを活性化するときは自然とこっちが休むっていう感じにね、もう体がなっている方には問題ない。こんな話は必要ないことなんだけど、なかなかね、どうです皆さん。僕なんか両方使うんで大変ですよ。意識しないとね、絶対うまくいかないです。意識してね、計画的に今日はこっちで、今日はこっちっていうね。で、こっち使ったら何時間か休まないと次のことは、こっちの反対のことはできないっていうのはもうね、ちゃんと計画立ててやっていかないとね、無理なものは無理だってことになるんですよね。どう無理かってね、楽器を弾いていてさ、で、右ので演奏を考えている時にでね、左のがね、黙ってればいいのにさ、退屈しやがるんですよ。でさ、なんかおもむろにさ、なんか昨日のあのことちょっとムカついたけど、あれどうなの改めてとかってさ自分の中でさ、もう片方の脳が考え始めるんですよ
で、自分が演奏してる時にですよ、こうね、バカとか弾いてる時ですよ、反対の脳がね、そんなことね、考え始めたらね、演奏なんてうまくできるわけないでしょ。もうね、困っちゃいますよね。でね、困っちゃうじゃあ、もうバカみなんで、ここでね、一つね、私は対策を考えました。で、どうしたか。これです。眼帯を買ってきたんですね。薬局で200円ぐらい。でね、これをですね、まあ、さながらの、このスバって知ってますか？このスバの恵みのようにね、我が内なる邪念を封じ込めるマジックアイテムとしてね、これを、右目ね、この弦を休ませる方につける。で、弾いた。よかったんですよ。本当に効果感じました。まあね、合体なんてつけ心地がいいわけじゃないんで、いつもつけたくはないけど、明らかにね、いつも騒いでる方が静かにしてくれたんで、演奏が自然な感じにはなった。でね、この右目を眼帯で邪念を封じた真のナチュラルな演奏を皆さんにね、聞いて確認していただきたいというね、思ったんですよ、私は。でね、練習したんだけどさ、まあいい感じなんだけど、なかなか完璧にはならなくてね。いやー、えらい時間かかっちゃったっすね。まあ進化してるっていうのはありがたいことだけど。というわけで、今回ね、ちょっと別動画で、1本用意しました。クラシックギタリストにはおなじみのバカの作品で、明るい曲、プレリュードフーガアレグロのプレリュードですね。別動画にしているので、これが終わったらちょっと聞いちゃってみていただけたら、で、その違いを感じていただけたら幸いと思います。変わったっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思うんだけどね。ダメかな。いやいや、何言ってんだこいつ、全然変わってないじゃないか、下手なのままだぞ、というご感想を持たれてしまったらごめんなさい。まあ、その時はね、もう騙されたと思って、ご自分でドラッグストアで眼帯を買ってきて、試してみてくださいな。体の変化をね、神秘を身をもって体験するって、そういうの好きでしょ？いいですよね。人間の肉体の人体の神秘って面白いですよね。ということで、はい。皆様の良き右のライフ、まあ左利きの方は左のライフです。のためにお役に立つ情報がお届けできたら幸いと存じます。ごきげんよう。またのご来店を心よりお待ちしております。実質でした。